こうテーマパーク行ったりとか娯楽施設行った時ってすごいワクワクするじゃないですか。ディズニーランドもそうじゃないですか。喧嘩してたりとかしててもなんかそのゲートくぐったらなんかすごいハッピーになれるところ、自分たちなんかはやっぱり駄菓子屋さんがやっぱあった時代だったので、本当にもう500円とか握りしめてなんかこう駄菓子屋さんに行くワクワクした感じっていうのをパティスリーとして楽しんでもらえたらなっていうふうに思っていてなんかお客さんが喜んで帰ってってもらえることっていうのを第一に考えてるので、スタッフ一人一人みんなサービスの仕方って少しずつ違かったりする。でキッチンにいるスタッフももちろん販売、お客様が混雑した時っていうのはみんなでお店をやろうっていうのが一番大事にしていることなので、だからお客さんが来た時に普通の仕事の話もしますし、お客さんと会話しながら仕事も、ね、オーブンが目の前にあるんでするんでね、なんかそういうのも来てくださってるお客さんたちに楽しんでもらえたらなっていうのはあります。はい。これブリオッシュフロマージュのチーズのブリオッシュ、朝パン8本乗せてからケーキ仕上げないといけない。うちであるとしてる人も横田さんなんて知り合いっていうかご挨拶いかがぐらいの人なので、オープン前もちょこちょこなんかその自分のポイントで新しいことする時とかでしたりとか横田さんとか必ず来る。こういうフラットにいろいろものを考えて話してくれるので。
ご飯中ですね。毎日違うんです。このタルトはパイナップルだったりミックスベリーだったり、本当気まぐれでっていうか、本当にその時でお客さんも来ないと何が出てくるかわからない。何をこのやってるの？こだわりというか綺麗で美味しくナチュラルなものを皆様にっていうのがモットーに、自分がケーキを作るお菓子を作る上でモットーにしていて、ケーキ一つ一つ香り一つとっても本当その素材のナチュラルな香りをっていうのをやっぱり大事に生かしてケーキを作ってる。あとは宝石みたいに小さいケーキっていうのは綺麗なんですけども、見た時に美味しそうだなって思うような大きさとか、美味しそうだなと思うデコレーションっていうのをスタッフにも常日頃から言ってますし、自分自身も気をつけてます。フランス人に説明できるね。ここで働いてたと見せられるんです。こうなんかフランス人同士でも言い合ってるな、若い子たち。フランス行かれるんですか？彼女がね、実パティシエ経験多分2年ぐらい。せっかく学校もどこも行ってないですけど、賢いから言われたことちゃんとやるから。まだまだこれからの部分があるんですけどね、そんな子がフランス行って勝負したいなんて、普通にパティシエやっててもなかなか思いっきりないとやっぱいけないし、まあ、向こうで生活してまたいろいろ思うこともあるんでしょうけど、行ったとて言葉が分かんなくて何しに行くんだって話になってきたんで、やっぱある程度ね、技術力でカバーできるような状態でやっぱ行かないと、まあ、意味ないかなとは思うんですけど、そこまで持ってったなと思うんです。すごい。11月ぐらいですかね。すいません。
1回だけラボ見せてもらったことあって、サントスさんから。パリの郊外にラボ持ってるパティスリーと同じようなやり方するな。計量するチームがあるんですよ。そう。で、前の日に全部計量終わらせちゃうの、楽に。でやり方がもう本当にモーロフランス。やっぱはるかにいいですよ。前の日に仕込んでるからどんどん仕込んで。で、あんま計量ミスもバタバタした状態で測らないからないし、前の日に全部終わらせるんで。日本人ってそんなスペースもないから当日計量してやることが多いですけど、ウイスキーじゃない。なんだろう。この仕事も18年ぐらいかなもうしてるんですけども、やっぱり一番初めっていうのは、今と昔では働き方も含めて違かったと思うんですよ。辞めそうになったこともありますし、続くのかなっていうふうにも思っていたんですけども、ですけど今となってはやっぱりこの仕事って働いてる人に対してもそうですし、お客様にとってもそうなんですけど、やっぱりお菓子って特別なシチュエーションで食べることがすごく多かったりとか、自分へのご褒美で買って買われるお客様もいるので、そういう意味ではそういう特別なシチュエーションに自分が作ったお菓子を一つそこに、お客様が幸せを感じてもらえたらいいなっていうことはすごくいい仕事だなっていう。クレープ乾燥させて焼いたものとチョコレートを合わせて、要は食感でパッションフルーツの味のチョコレートと合わせて、今はトロピカル系のケーキになってるんで、ピスタチオとあとトロピカルフルーツ飾っていくんですけど、
1年前ですけど、付き合いは長いんですよ。前の職場で販売やってたものですね。この子に関して10年ぐらい付き合い。なんか食べられないもの乗ってないんですよ、僕。ケーキの紙のピックとか。だからさっきマリー・アントワネットってピンク色のケーキも、あれはエディブルローズって食べれるハーブのようなバラを使ってる。クリスマスケーキでも何でもプラスチックのオーナメント刺したりとかっていうのが僕あんま好きじゃない。食べれないから。ね、お店のロゴ入ったやつ刺せばかっこよく決まりますけど、別にあれがなくても、お客さんはあれ結局食べないし捨てちゃうんでね。だったら食べれるもので美味しいものを作った方がいいので。用意교사です。用意用意。トンカ豆、トンカビそれを生クリームに注したやつをここで使ってます。香りは杏仁豆腐みたいな。杏仁豆腐。雪なしで使ってたりとかして結構人気があります。へー。
あとショーケースのケーキはとりあえず全部これで並ぶのと、家のアズリアとクイニアマン出たらおしまいです。裏山ってことか、裏から自分ち。自分ち。自分ちだといちごって言わない？基本形が7だけで。個人的な一番好きなのはロールケーキが好きで、結構私昔ながらというかシンプルなケーキが好きなので、シュークリームとかもおすすめ。あんまりいろんなものが入ってなくてシンプルで美味しいの。自分たちいつもコーヒー飲むんですよ。コーヒー飲んで、あと昨日余っちゃったパンとか形が悪いやつとかっていうのを食べて、それで一回一息するんですよ。そうじゃないと僕も集中力が持たないんですよ。なるほど。食べながらちょっと仕事の話をしたりとか、基本的に全部時間で動いてるんですよ。でも終わりの時間も決まってますし、まあどこもそうなんでしょうけど、休憩じゃ何分するかとか、どういうふうに仕事回すかっていうのを、まあちょっと軽くね、食べながら見ながらやってます。平日は8時スタートで、土日祝日は7時スタートなんで、よく10時半までに間に合うんでって結構驚かれるんですけど、オープニングのメンバーがほとんどですし、まあ、それまでこう付き合いある子たちがほとんどなんで、だからなんかこう一番初めはねもっと時間かかりましたけど、今となってはすごくスムーズにむしろ本当早く終わる。おすすめですか？でもマリアントネットはシェフのスペシャリテでローズとピスタチオとグレープフルーツなんですけど、今までにない組み合わせで結構好きです。美味しい。タルトストロムラングが好きです。レモンのタルトなんですけど、酸味がすごいちゃんと効いてて一番好きなケーキです。一番好きなケーキだってなんかもうみんな結構出してましたよね。タルトストロム。トータルみんな違う。私ロールケーキ。わかる。わかる。わかるんだけど。でも今自分が担当してるシャンティーセゾン。季節のフルーツ使用しているケーキで、月ごとに旬のフルーツ使っているのでそれが楽しいです。これは何を作った時ですチョコレート。いいよー。砂糖も。はい。幅気をつけてね、幅。何枚あります？もらえばいいじゃん。コーヒー飲みませんか？2人は今なんかやってるんですよ。2人仕事終わった後残って。そのコンテスト用の。そう。書いてない。割りはこれのちょっと薄いやつ。これ美味しい。あとこれうまい。これうまい。いやこれはうまいよ。本当ですか？それで入れすぎちゃったから。これうまい。これだけ
これと蒸すだけの作りなよって言ったからそれをすごいじゃん。しっかり全部でジャスミンとアプリコットのチーズケーキになるように作ろうと。僕一人でやっぱりお店っていうのは営業もできないですし成り立たないと思うんですよ。やっぱりみんなでこう作り上げてきたものなので、だからスタッフはなんか弟子っていうふうにも思ったこともなく、本当になんでしょうね、まあ、仕事中はねどうしてもやっぱり厳しいことも言いますけど、やっぱなんかどこかね仲間っていう感覚で自分はいてて、その子その子でやっぱり目標だったりとかやりたいこととか将来的に考えてることってあるじゃないですか。僕自身なんかもやっぱりそういう時に思ってやってたんで、コンテストやりたければコンテストやればいいし、そこに対しての応援は僕も全力でしようかなっていうふうに思ってます。ありがとうございます。まだまだいっぱいやりたいことはいっぱいありますし、もともとフランスでお店をやることを目標としてここオープンする前にフランスに行ってたんですけども、やっぱりそういう目標っていうのは諦めてるわけではなく、目標は目標としていつかフランスでやっぱりお店を持ちたいな、あとは、店舗展開だったりとか、っていうのもやっぱり考えてはいるんですけども、まずは一つここまだ1年ようやく経ったばかりなので、しっかりねやっていくことがどんどんお店の内容も濃くしていくことっていうのが一番先にやらなきゃいけないことだと思います。ですけどその先にやっぱりいろんななんかこう何かに特化したお店だったりとか、まだまだちょっとこうお客様の方に披露できてない部分がいっぱいある。なんかそういうものを特化したお店が、作っていって、なんか自分がどんどんこうやりたいことと、お客さんが喜んでいくことがどんどん比例していったらいいなと。